今回はシンキングミノーです。ボディ長は 150mm です。セットアッパー145と比べるとこんな感じです。マグネット式の重心移動を搭載しています。PDF を印刷するとこんな感じです。マグネット式の重心移動付きなので、ここにマグネットが入り、これがウェイトです。印刷物からこれらのテンプレートなどを作ります。ワイヤー曲げのジグは 12mm 厚のヒノキ材で、釘をセットするために 2.4mm の穴を開けています。側面系のテンプレートは厚紙に貼り付けてあります。背面系のテンプレートは切り抜いただけです。補助線用のテンプレートは下側にベロを残しています。これはガイドとして使うので折っておきます。水受け面のテンプレートです。平面系のテンプレートと同様に切り抜いただけです。今回は主材料にホウの木を使います。30mm 角のブロックをルアーのボディ長より少し長い 160mm に切り出します。スケールとシャープペンシルでマーキングし、留め型スコヤを当てカットラインを記入します。切断にはコードレス丸ノコを使います。切り込み深さを 30mm に合わせ、カットラインに合わせて切断します。キックバックに注意して切断しましょう。切断が終わるとこんな感じです。こちらのブロックから板材を3枚切り出します。丸ノコの切り込み深さを最小にし、バッテリーを抜き取ります。自作テーブル層の天板を外し、裏返しに置きます。丸ノコを天板裏のガイド内側に置き、丸のこのベースとサブベースを金具と蝶ネジで天板に固定します。ぐらつきがないか、蝶ネジの締め忘れがないかを確認し、問題なければスイッチをオンの状態にタイラップで固定します。切り込み用レバーを緩め、切り込み深さを最大にし固定します。天板を戻します。天板上にガイドフェンスを取り付けます。 5.5mm の板を切り出したいので、丸ノコ刃とガイドフェンスの隙間が 5.5mm になるように調整します。ブロックをガイドフェンスに沿わせて切断します。バッテリーを取り付けることでスイッチが入ります。自作品は基本的に安全装置がないのでかなり危険です。きちんとした製品を購入することをお勧めします。切断できたので確認します。切断面はほどほどに綺麗で使えそうです。4箇所のギスで測定したところ 5.5mm で切断できていました。大丈夫そうなのでもう2枚切り出します。ガイドフェンスと丸ノコ刃は必ず平行になるように調整します。平行でないとワークが飛んだりして危険ですし、精度も出ません。とりあえず3枚切り出せたので180番のサンドペーパーでサンディングします。材料の切り出し終了です。シンカーを加工します。使用するのは重さ 10.5g のタングステンシンカーです。このシンカーのスイベルを外します。スイベルをペンチで加えます。スイベルの根元をしっかりと挟みます。こんな感じに加えたらバーナーに着火し加熱。シンカー本体とスイベルを固定している接着剤を焼き切ります。シンカー本体がしっかり赤熱するまで加熱したら少し冷まし、ラジオペンチとペンチでこじってスイベルを引き抜きます。まだ熱いのでしばらく静置して冷却します。冷却を待つ間に M3 の鉄製キャップスクリューを切断します。電光ペンチにキャップスクリューを締め付け、ネジ部分を短く切断します。電光ペンチからキャップスクリューを取り外します。冷却できたタングステンシンカーはこんな感じです。スイベルを外した部分にリューターで足付けします。
地金が露出するまで削り取ります。水ベルを外した部分の深さを測ります。 2.7mm です。切断したキャップスクリューの首下を軸付き砥石で削り取って 2.7mm に合わせます。長さを 2.7mm にできたのでシンカーに合わせてみます。入りません。直径を確認すると 2.8mm です。 2.8mm に合わせてキャップスクリューを削ります。キャップスクリューをドリルドライバーに取り付けダイヤモンドヤスリで削ります。タングステンシンカーをはめてみます。かなりきつい状態ですが入りました。程よく調整できたのでキャップスクリューをドリルドライバーから外します。タングステンシンカーの外周もドリルドライバーとダイヤモンドヤスリで足付けします。タングステンシンカーとキャップスクリューを仮組みして確認します。問題なさそうです。パーツクリーナーを使ってキャップスクリューとタングステンシンカーを洗浄します。パーツクリーナーが乾いたらメタルロックで接着します。A 剤と B 剤を等量取り出しよく攪拌し混合します。混合したメタルロックをタングステンシンカーの穴に塗布します。キャップスクリューの首下にも同様にメタルロックを塗布します。メタルロックの塗布が終わったタングステンシンカーとキャップスクリューを組み合わせます。そのまま押しても入らないのでねじ込みます。はみ出したメタルロックを拭き取ります。バイスで固定しメタルロックが硬化するまで整地します。メタルロックが硬化したらドリルドライバーに取り付けキャップスクリューを成形します。ダイヤモンドヤスリでタングステンシンカーより少し小さい直径にかつ引っかからないような形に削ります。良さそうなので180番のサンドペーパーでサンディングします。重心移動がスムーズに動作するようにキャップスクリュー部分だけでなく全体的にサンディングします。チャックする向きを変えて反対側も同様に180番のサンドペーパーでサンディングします。180番のサンドペーパーでのサンディングが終わるとこんな感じです。続いて1000番のサンドペーパーでサンディングします。180番から1000番と番手がかなり飛んでいるので180番の傷が残りますが動作を良くするためのサンディングなので問題ありません。サンディングが終わるとこんな感じです。球形のダイヤモンドビットをリューターにセットしキャップスクリューの六角穴内側を逆テーパー状に削ります。これは後から穴を塞ぐエポキシ接着剤の抜け止めです。切り出してある包材3枚を貼り合わせます。3枚を重ね合わせます。完全に位置を合わせる必要はありませんがそこそこには合わせます。端から 5mm 程度のところに留め型スコヤを使いシャープペンシルで目安線を記入します。こんな感じです。3枚の板材のうち2枚に側面形テンプレートを使って側面形を記入します。先ほど記入した目安線に側面形テンプレートの先端を合わせ記入していきます。ルアーの腹側は板材単面に合わせています。1枚記入できました。2枚目も同様に目安線にテンプレート先端を合わせシャープペンシルで側面形を記入します。この側面形アウトラインの内側に両面テープを貼っていきます。1枚あたり3箇所ずつ貼りましたが多かったのかもしれません。後でなかなか剥がれずに手こずりました。両面テープを貼った2枚の板材のうち1枚の剥離紙を剥がします。剥離紙を剥がした板材と剥離紙がついたままの板材を単面と目安線を合わせ貼り合わせます。残っている剥離紙を剥がし3枚目の板材と貼り合わせます。貼り合わせた板材に
側面形テンプレートをセットし、シャープペンシルで側面形を転記します。目安線、単面を合わせ転記します。転記できるとこんな感じです。側面形アウトラインのやや外側を糸の小判で切り取ります。この部分の動画は4倍速です。実際にはこの4分の1の速度でかなりゆっくり切断しています。それでもノコバはたわんでいます。強引に力をかけるとノコバが折れます。折れるだけなら変えればいいのですが、怪我をする恐れもあります。丸ノコに比べて安全ではありますが、糸の小判も十分危険なので、使うときは安全に気を配り、十分注意して使ってください。切り出せたら180番のサンドペーパーで切断面をサンディングします。切断していないルアー腹部の面も両面テープで貼り付ける際にできてしまった食い違いがあるので削り落とします。一つの面をサンディングするたびにスコヤを使って直角が維持できているか確認します。慣れないうちは直角を崩してしまいがちなので、サンディング途中に複数回測定し修正すると大きな失敗は防ぐことができると思います。まあ多少斜めってもあまり気にせずに進めてしまえばなんとかなる場合が多いので、気にしすぎない方がいいと思います。水受け面などの逆 R 部分は丸棒を当て木にサンディングします。最後に直角を確認してサンディング終了です。バラした後、組み合わせ順がわかるように I マークを書き込みます。貼り合わせている3枚の板材を分離します。ねじったりカッターを入れてこじったりしたも剥がせなかったので、カッターで切り離すことにしましたが、それでもうまく分離できず、かなり手こずりました。真ん中に当たる板材に側面形テンプレートを重ね、穴開けの基準となる点とマグネットホールの四隅を待ち針で転写します。転写できるとこんな感じです。転写したマグネットホールの角の小穴をスケールを使いシャープペンシルでつなぎ、四角形の目安線を作図します。こんな感じです。転写した重心移動端の小穴を四つ目切りで拡大します。前後1箇所ずつの合計2箇所です。ウエイトホールの中心あたりにも四つ目切りで小穴を開けます。小穴の拡大、新設が終わるとこんな感じです。6mm のドリルで重心移動端に穴開けします。続いて 4mm のドリルでマグネットホール中央に穴開けします。6mm 穴の下限同士をつなぐ目安線をスケールを使って書き込みます。上限も同様に書き込みます。この目安線の内側を糸の小判で切断します。向きを変えるときはスイッチを切った方が安全です。糸の小判での切断が終わるとこんな感じです。カッターナイフを使いバリ取りし、目安線に合わせて切削します。だいたい目安線通りに切削できたら180番のサンドペーパーで切断面の凹凸を削り取ります。削り終わるとこんな感じです。アートナイフでマグネットホールを切削します。目安線に合わせて拡大します。拡大し終わるとこんな感じです。ウエイトホール前側はウエイトをマグネットで保持する際に安定するように少し角っぽく成形しました。マグネットを仮組みしてみると少しガタがあるのでガタ止めのくさびを作りました。くさびをはめ込むとガタはなくなります。仮組みを解いたら右側の板材を準備し接着します。接着には木工用ボンドを使います。中央部の板材右側にある程度均一に塗布し、右側の板材と貼り合わせます。当て木に中央部の板材を当てる形で固定します。
浮き上がらないように固定できたら静置し乾燥を待ちます。30分硬化型のエポキシ接着剤を混合します。 A 剤と B 剤を同じ量絞り出し竹串で混合します。混合した接着剤をウエイト先端のキャップスクリューの六角穴に充填し穴を埋めます。接着剤が流れないように固定します。木工用ボンドが乾燥したらマグネットを接着します。混合したエポキシ接着剤をマグネットホールに入れます。これぐらいです。マグネットは直径 5mm、厚さ 2mm のネオジム磁石3個です。3枚重ねてマグネットホールに入れます。くさびをウエイトホールから遠い側に入れます。竹串などでくさび、マグネットを押し込みます。押し込み終わるとこんな感じです。はみ出した接着剤をかき落とし、セロハンテープを貼り付けます。余分な接着剤を押し出し平らになるように整えたら硬化を待ちます。接着剤が硬化したらセロハンテープを剥がし180番のサンドペーパーでサンディングします。ウエイトの接着剤はこんな感じです。左側の板材を接着します。右側と同様に中央の板材の接着面に木工用ボンドを塗り伸ばします。ウエイトホールにはみ出した木工用ボンドはマイナスドライバーでかき落とします。キャップスクリューをマグネット側にウエイトを入れます。左側の板材をかぶせ位置合わせしたらクランプで固定します。浮き上がらないように何箇所かクランプし木工用ボンドが乾燥するまで静置します。木工用ボンドが乾燥したらはみ出した木工用ボンドをカッターナイフで削り取ります。板材の貼り合わせでできてしまった小さな食い違いもここで削り取ります。木工用ボンドが削り取れたら180番のサンドペーパーでサンディングします。ルアー腹側になる面はスコヤを使い側面と直角になるようにサンディングします。ワイヤー取り付け溝はテーブル層で加工します。天板から出るノコバの高さを 2mm に調整します。バッテリーを取り付けます。ルアーの側面を下に天板上に置きガイドフェンスに側面を当てて手前側からスライドさせ溝を切ります。ガイドフェンスはルアーの中央にノコバが来るように調整してあります。ルアー側面後方の傾斜している面を天板に密着させて溝を切ります。側面経点プレートを重ねラインアイの出口上端に当たるところにマーキングします。スコヤを当ててマーキングから目安線を引きます。ノコバの高さを 10mm に変更します。丸ノコに通電しラインアイ付近のワイヤー取り付け溝を切削します。ゆっくりとスライドさせラインアイの出口上端の目安線まで溝を切ります。貫通ワイヤー取り付け溝の加工終了です。アイホールの下穴を開けておきます。側面経点プレートを重ね待ち針で転写します。転写した小穴を 2mm ドリルの先端が入る程度に四つ目切りで拡大します。拡大した小穴をポンチ代わりにボールバンで貫通穴を開けます。中心線を記入した後に背面経点プレートを使いルアーの背面側に背面径をシャープペンシルで転記します。転記できたら背面径アウトラインの外側を糸の小判で切断します。取り切れなかった部分をこんな感じに削ります。背面径アウトラインに沿って切り出し小刀でアウトラインを削り出します。削り終わると
こんな感じです。180番のサンドペーパーでサンディングし、背面系アウトラインを仕上げます。形状や木目によってサンディングしにくい場合があるので、向きを変えながらサンディングします。サンディングが終わるとこんな感じです。背面形状を成形します。水受け面のテンプレートを水受け面に当てて、背面 R の先端アウトラインを転記します。補助線用のテンプレートの残してある部分を腹面に当ててある状態で、側面に補助線用のテンプレートを当てます。テンプレート上部が補助線です。シャープペンシルで側面に転記していきます。両側面に行います。こんな感じです。中心線と補助線を R でつなぐ形で切り出し小刀で削り取ります。水受け面にある R の補助線を中心線と側面の補助線に沿って後方に延長していく感じです。右側背面の R がだいたい取れるとこんな感じです。同様に左側も削ります。両側の切削が終わるとこんな感じです。腹面形状を成形します。前から見てこの部分、ここを水受け面の外形を伸ばす感じで削り取ります。背面と同様に切り出し小刀で削っていきます。だいたい削れるとこんな感じです。前側から見ると少し残しておおよそ削れているのがわかると思います。スケールを当ててみます。まだ取り足らないようですが、水受け面からまっすぐに近い形にはできています。良さそうなので左側も同様に削っていきます。切り出し小刀での切削が終わるとこんな感じです。切り出し小刀で大体の形に成形できたのでサンドペーパーで仕上げていきます。180番のサンドペーパーでサンディングし、残っている削り代を削り取ります。腹側はサンドペーパーを置いてサンディングします。背側は普通に手で持ってサンディングします。背側と腹側の180番でのサンディングが終わるとこんな感じです。テールに角があるのでここに小さな R をつけます。切り出し小刀で大体の形に削ります。こんな感じに切削できたら180番のサンドペーパーでサンディングし形状を整えます。180番でのサンディングが終わるとこんな感じです。320番のサンドペーパーでボディ全体をサンディングし、180番の研磨傷を消したらボディ形状の仕上げは終了です。貫通ワイヤーを作ります。ワイヤー曲げ用のジグに釘をセットし、直径 1.0mm のステンレスバネ線を通します。ステンレスバネ線を押さえながらヒノキ材で押して曲げていきます。基本的にはこれを繰り返して曲げていきますが、釘が邪魔で曲げにくい場合があるので、いらない釘を抜いて除去したり、押し込んで突き出ている部分を減らしたりして進めていきます。ジグ裏側には釘の先端が出ていますし、ワイヤーを曲げヒノキ材で押して曲げる際はそれなりに力をかける必要があります。この動画を参考に似たようなジグを使ってワイヤー曲げを行う場合、怪我をしないように気をつけてください。ワイヤー曲げが終わったら釘を引き抜き、ジグからワイヤーを外します。外したワイヤーをジグに当ててみます。こんな感じに修正する必要があるので、ペンチとラジオペンチ、手曲げなどで修正していきます。修正が終わるとこんな感じです。ジグに当ててみます。だいたい合っているようです。ボディに仮組みして確認します。大丈夫そうなので仮組みを解きます。ハンダ付けします。ス
テンレス用のハンダを 1mm 程度にカットします。6個ぐらい必要です。ワイヤーをペンチで加え、フラックスを塗布します。カットしたハンダをワイヤーの合わせ目に乗せ、バーナーで加熱します。しばらく加熱すると、フラックスの蒸発に伴い、加熱されて溶けたハンダが合わせ目に入っていきます。全体に広がりなじんだら、加熱をやめます。冷えるまで触らないようにします。続けて他の部分もハンダ付けします。こんな感じの距離のある部分は等間隔にハンダを乗せ、一つずつ加熱していきます。一つ目のハンダが溶け、ある程度広がり馴染んできたら、二つ目のハンダを加熱します。熱伝導である程度の熱が伝わるので、一つ目のハンダと溶け合います。すべてハンダを溶かしたら、全体的に加熱してから加熱をやめます。冷却できたら、続けて他の部分もハンダ付けします。ハンダ付けが終わったら、中性洗剤でよく洗い乾燥させます。ここのようにハンダが盛り上がっている部分があるので、ヤスリで削り取ります。ヤスリは普通のヤスリです。ダイヤモンドヤスリは目詰まりが激しいので避けた方がいいと思います。ヤスリがけが終わるとこんな感じです。仮組みして確認します。干渉もなく正常に組み立てられます。貫通ワイヤーの製作終了です。ボディに貫通ワイヤーを接着します。テーブルソーで鋼の板材を切断し、 1.2mm 厚の薄板を切り出します。この薄板で貫通ワイヤーを押さえ、接着位置がずれないようにします。ノコバを下ろし、ダストを除去します。天板に傷が入らないように買い物をし、切り出した薄板に180番のサンドペーパーで軽くサンディングし、バリ取りします。片側のサンディングができたら裏返し、こちら側もサンディングします。天板と薄板のダストを除去します。仮組みしてみます。入りません。今度は少し削るつもりでサンディングします。少し薄くすることが目的なので、片側だけサンディングします。ダストを取り除き、再び仮組みします。かなりきつめですが、固定用なので適正です。ボディに貫通ワイヤーを仮組みし、接着位置がわかるようにマーキングします。腹側のフックアイの前後にシャープペンシルで線を記入します。もう1箇所にも記入します。マーキングできたら仮組みを解きます。左右どちらから見てもわかるように貫通ワイヤー取り付け溝の反対側にもマーキングします。こんな感じです。仮組みして確認します。良さそうです。薄板をノコギリで切断し、仮組みしていきます。どの薄板がどこにつくか、どの向きにつければいいのか分かるようにマーキングします。これで分かると思うので仮組みを解きます。30分硬化型のエポキシ接着剤を混合します。直径 1mm のステンレスバネ線を使い、混合したエポキシ接着剤を貫通ワイヤー取り付け溝に塗布します。均一に塗布するのではなく、ある程度の量を充填する感じです。多少はみ出しても拭き取ればいいので問題ありません。はみ出したエポキシ接着剤を拭き取ります。拭き取り終わるとこんな感じです。貫通ワイヤーのフックアイをボディのマーキングに合わせ押し込みます。エポキシ接着剤がはみ出てきますが、一旦そのままにします。
少し時間が経過すると馴染んでくるので、あらかさまにはみ出している部分だけを拭き取ります。薄板を接着し、貫通ワイヤーの位置を固定します。薄板にエポキシ接着剤を塗布し、貫通ワイヤー取り付け溝に接着していきます。しっかりと押し込むことで貫通ワイヤーを圧迫・固定します。薄板側面にはみ出したエポキシ接着剤を拭き取ります。薄板の接着が終わるとこんな感じです。この部分とこの部分、エポキシ接着剤が不足してへこんでいるので追加します。加熱してなじませます。これでエポキシ接着剤が足りない部分はないようなので、バイスに固定し硬化を待ちます。エポキシ接着剤が硬化したら、余分な薄板を切り出し小刀で削り取ります。切り取り終わるとこんな感じです。180番のサンドペーパーで薄板部分とエポキシ接着剤部分にサンディングします。320番のサンドペーパーでサンディングし、180番の研磨傷を消していきます。貫通ワイヤーの接着終了です。水受け面を補強します。カーボンクロスを水受け面より少し大きく切り出します。カーボンクロスの中央に幅 1mm、長さ 4mm の四角い穴を開けます。カーボンクロスの穴をラインアイに通し、水受け面に乗せます。カーボンクロスが水受け面を完全に覆うことができるか確認します。水受け面全体に瞬間接着剤を流し接着します。少し時間を置いて接着剤を硬化させ、もう一度瞬間接着剤を水受け面全体に塗布します。こんな感じに明瞭に瞬間接着剤の樹脂層ができるようにたっぷりと塗ります。時間を置いて硬化させるとこんな感じです。水受け面から離れたところは柔らかいままです。この柔らかい部分をハサミで切り取ります。柔らかい部分が残ると削りにくくなるので、できるだけ切り取ります。残った部分をカッターナイフで切り取ります。全シューボディとつらい位置になるように切り取ります。320番のサンドペーパーでカーボンクロス切断面と表面をサンディングします。水受け面の補強終了です。6mm の木工ドリルをドリルドライバーに取り付け、アイホールを切削します。深さ 1mm 程度のつもりが食い込んで深くなりました。気を取り直して反対側を加工します。なぜかこっちも食い込んで深くなりました。まくれているので少しサンドペーパーで鳴らします。アートナイフでバリを切り取ります。バリ取りできたら320番のサンドペーパーでボディ表面を軽くサンディングします。円柱形の調光ビットでアイホールを拡大します。使用予定の 3D アイが 6mm なので塗膜分大きくする必要があります。ある程度拡大できたらダイヤモンドビットで仕上げます。 6.5mm 程度が狙い値です。拡大が終わるとこんな感じです。食い込んで深くなってしまった分をかさ上げします。革ポンチでバルサ材をくり抜きます。この丸いバルサ材をアイホールにはめ込みます。はめ込むとこんな感じです。ダイヤモンドビットでアイホールの深さを微調整します。調整が終わりました。アイホールに瞬間接着剤を流します。瞬間接着剤が乾いたら油性マジックでアイホール内側を黒く塗りつぶします。アイホールの加工終了です。
塗装して銅管を埋めます。塗料は2液ウレタン塗料、パナロックのベースコート用クリア、オートクリアで、硬化剤はパナロック、HF ハードナー、シンナーはパナロックシンナー速乾型です。筆塗りで全体を塗装します。混合比は主材 10g、硬化剤 1g、シンナー 15g です。筆塗りで残ったオートクリアーに主成分がタルクのベビーパウダーを混合します。動画を見た通りかなりの量を入れています。測っていませんが多分3から 4g 入れています。ベビーパウダーの混合後、気泡の抜けが悪い場合は少しシンナーを足します。紙コップをもう一つ用意し、ルアーを S 字フックで吊るします。ベビーパウダー入りのオートクリアーをルアーに注ぎ、ルアー全体にかけ流します。試食乾燥するまで20分ほど静置します。試食乾燥したらルアーの天地を入れ替えて S 字フックに吊るし、空の紙コップの上に保持します。再びベビーパウダー入りのオートクリアーをルアーに注ぎ、ルアー全体にかけ流します。2時間ほど自然乾燥した後、食器乾燥機に投入し強制乾燥します。強制乾燥時間は2時間です。2時間後に取り出すとこんな感じです。塗料が多く溜まっている部分を中心に180番のサンドペーパーでサンディングします。簡単に削れてしまうので気をつけてサンディングし、皮1枚残すようにします。サンドペーパーを600番に変更し全体をサンディングします。アイホールは調光ビットで余分な塗膜を削り落とします。ラインアイとフックアイの塗膜を除去したらこんな感じです。オートクリアーを吹き付けます。使用エアブラシはノズル口径 0.23mm のダブルアクションでエア圧は 0.3 メガパスカル。塗料は先ほどと同じ2液ウレタン塗料、パナロックのベースコート用クリア、オートクリアーで、硬化剤はパナロック HF ハードナー、シンナーはパナロックシンナー速乾型です。混合比は主材 10g、硬化剤 1g、シンナー 15g です。いつも通りドライコートとウェットコートを繰り返して塗膜がしっかりつくまで重ねていきます。今回はこんな感じに水受け面のカーボンクロスを見えるように仕上げるので、いつもと違い黒色を塗装する部分もありますが、普通に全面を塗装する場合は必要ありません。黒色を水受け面の周りに塗装します。動画ではほとんど分かりませんが、カーボンクロスを貼った部分は若干下地の色が透けて見えるので、この黒色で透けを抑えます。塗料は今まで吹き付けに使ってきた混合後のオートクリアー 5cc ほどに Z ブラックを1滴加えたものです。シンナーは少し足していますが、硬化剤は加えていません。かなり透けている黒色ですが、水受け面自体にがっつり塗ってしまうとカーボンの折り目が見えなくなるので、周りにだけ塗るようにしています。塗料をオートクリアーに戻します。ハンドピースの洗浄はしていません。カップの中が少し黒いのがわかると思います。この程度ならほとんど影響ありませんが、気になる場合はご自身が塗装するときはしっかり洗ってください。黒色塗装後のオートクリアーも最初に混合したオートクリアーです。残ったオートクリアーをドライコートとウェットコートを繰り返して全て吹き付けてしまいます。オートクリアーの吹き付けが終わったら、通常乾燥1時間の後、食器乾燥機で強制乾燥を2時間かけます。強制乾燥が終わるとこんな感じです。ラインアイ、フックアイの余分な塗膜をアートナイフで取り除きます。厚塗りで生じた歪みを320番のサンドペーパーでサンディングし修正します。
320番のサンディングが終わったら600番のサンドペーパーで全体的に足付けのサンディングをします。サンディングが終わったら水受け面をマスキングテープを貼ってマスキングします。アイホールにもこんな感じにマスキングします。ホワイトを塗装します。ルアーの背面を蛍光イエロー、腹面をホワイトにするので黒色と木部の茶色の2色が下地色になります。このままではベースコートがうまく発色しません。ホログラムシールを貼る部分以外の色を揃えるために白くします。ホワイトの吹き付けが終わったらマスキングテープを剥がします。アートナイフで端を持ち上げてから剥がしていきます。オートクリアーを塗装します。主材 7g、 硬化剤 0.7g、 シンナー 10g で混合しています。吹き付け終わったら食器乾燥機で強制乾燥を2時間かけます。放課後余分な塗膜を除去し、1000番のサンドペーパーでのサンディングが終わったら下地処理は終了です。ホログラムシールを貼り付けます。ホログラムシールを裏返し剥離紙を上にします。側面系テンプレートを重ね、ボールペンで側面系アウトラインを転記します。水受け面部分は転記しません。側面系テンプレートを裏返し反対側のアウトラインを転記します。水受け面部分はスケールを使って背面のラインを延長する形で記入します。記入ができるとこんな感じです。転記されたアウトラインに沿ってホログラムシールを切り出します。スケールを当ててアートナイフで直線部分を切断します。ハサミで背面の曲線を切断します。切り出し終わるとこんな感じです。ティッシュペーパーとシリコンオフを使いボディの表面を脱脂します。ホログラムシールをボディに当て貼り付け位置を確認します。テール側先端の剥離紙を少し切り取ります。ホログラムシールをボディに重ねテール側を貼り付けます。剥離紙を引き抜きホログラムシールをボディに乗せます。ホログラムシールとボディの間にあるエアーを押し出しながら密着させていきます。貼り付け後はこんな感じです。水受け面部分に余りがあるのでアートナイフで切り取ります。切断後は押さえておきます。右側のホログラムシールも先ほどの左側同様に貼り余分な部分を切り取ります。アイホール部分のホログラムシールを切り取ります。私の場合うまく切れないので何箇所かに分けて少しずつ切り離していって最終的に全ての切り込みがつながって切り取れるようになるって感じで切り取ってます。ホログラムシールの貼り付け終了です。オートクリアーでアンダーコートします。ホログラムシールの端を重点的に吹き付けます。混合量は主材 10g、 硬化剤 1g、 シンナー 15g です。水受け面やボディの背面、腹面といったホログラムシールの端に当たる部分にドライコートしていきます。アイホールは塗装が入りにくいので吹き付ける方向を変えながらドライコートします。ホログラムシールの端への吹き付けができたらホログラムシールの表面も含む全体にドライコートしていきます。同じドライコートではありますが塗装面積の拡大に伴って塗料噴出量を増やします。つまりエアーツは変えずにニードルを引く量を増やします。全体にドライコートできたらウエットコートしていきます。ボタンを引き切りニードルを1杯に下げます。吹き付けるたびにホログラムのツヤが良くなるのがわかると思います。アンダーコートでのエアーツは 0.3 メガパスカルの固定です。
あとはドライコートとウエットコートを繰り返して混合した塗料をすべて吹き付けます。食器乾燥機で6時間強制乾燥した後に1000番のサンドペーパーでサンディングします。ホログラムシールの段差を消すため水研ぎにしています。サンディングが終わるとこんな感じです。水受け面のマスキングを作ります。材料は片面印刷されている厚紙です。適当な位置に 1mm×4mm の四角形を作図し、スケールを当ててアートナイフで作図通りに切り込みを入れます。切り込みを入れ終わったら適当な位置で切断します。中央の余分な厚紙を取り除きます。印刷されていない側を水受け面に合わせるように水受け面に当てクリップします。水受け面のアウトラインをシャープペンシルで厚紙に写します。厚紙を外しアウトラインより一回り大きい切り取り線を書き込みます。切り取り線に沿ってハサミで切り取ります。水受け面に合わせて確認します。ちょっと大きいようです。ハサミで切り取り修正します。シャープペンシルの線を消します。余った厚紙でロックを作っておきます。サンディングのダストを除去し、手を中性洗剤でよく洗ってからシリコンオフで脱脂します。水受け面に作っておいたマスキングを取り付けます。印刷面をルアー側に向けはめ込み、ラインアイにロックを通し固定します。この方式のマスキングは塗面に一切触れずに外すことができるので、アートナイフで剥がそうとして傷をつけてしまうとかがなくせます。オートクリアーを吹き付けます。混合量は主材 15g、 硬化剤 1.5g、 シンナー 20g です。エア圧は 0.2 メガパスカルで1000番のサンドペーパーの磨き傷が消えて明瞭に塗膜形成するところまで吹き付けます。ホワイトを吹き付けます。混合量はホワイトの主材 2g に硬化剤 0.2g、 シンナー 2g、 これに混合後のオートクリアーを 3g 足しています。今回は背面側面ともに下地処理ですでに白くなっているので、ホログラムとの境界線を中心に吹き付けることになります。隠蔽性よりもボケがきれいに出せることを重視し、混合後のオートクリアーを足しています。蛍光イエローを吹き付けます。混合後のオートクリアー約 5cc を取り分け、蛍光パウダーのイエローを足しています。背面のホワイトをオーバーコートするように塗装します。蛍光オレンジを吹き付けます。こちらもオートクリアー約 3cc を取り分け、蛍光パウダーのオレンジを足しています。蛍光パウダーを混合すると塗料の粘度が上がるのでシンナーで調整しています。マスキングを外します。ロックを抜いて外すと簡単に取れます。残っているオートクリアーでオーバーコートします。ベースコートの最後になりますが、クリアーの塗膜がそれなりに欲しいので、ドライコートとウエットコートを繰り返して膜圧を稼ぎます。蛍光色がオートクリアーに蛍光パウダーを混合したものなので、塗料の樹脂分とシンナーは全く同じです。蛍光色の塗装直後に塗るので塗膜が一体化しやすい反面、戻りムラが発生しやすいので、確実にドライコートで塗膜形成してからウエットコートしていきます。トップコートを塗装します。塗料はエコロックハイパークリアーです。塗料の混合量は主材 3g、 硬化剤 1g、 シンナー 4g です。エア圧をベースコートの 0.2 メガパスカルから 0.3 メガパスカルに上げています。ウエットコートで濡れツヤに仕上げます。塗装が終わるとこんな感じです。
食器乾燥機で8時間程度強制乾燥します。食器乾燥機から塗膜硬化したルアーを取り出し、バイスプライヤーを外します。3D アイを取り付けます。バスデー製の直径 6mm シルバーです。アートナイフを使って台紙から取り出し、アイホールに置き軽く押さえます。反対側も同様に 3D アイを取り付けます。筆の裏側で強めに擦ってアイホールの底面に密着させます。取り付けられたらセルロースセメントを滴下して剥がれ止めをします。滴下直後はセルロースセメントが多く見えますが、これぐらいなら塗膜痩せでほどほどになります。セルロースセメントが乾いたらフックアイとラインアイの塗膜をアートナイフで除去します。フックアイとラインアイの塗膜除去が終わるとこんな感じです。フックを搭載します。フックはオーナー張りカルティバ STX45ZN の3番で、スプリットリングは4番です。この取り合わせならフックが絡んだり水受け面に乗ったりしません。フックもついたので重量を測ります。全尾重量 35.8g です。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。